こんにちは。紙の色が黒板と同じ系統の色で見づらいんじゃないかと懸念しています。さなえです。今日も積分をします。問題はこちらです。次の積分を計算せよ。インテグラル x イコールアルファからベータまでのルート x マイナスアルファかけるルートベータマイナス x dx。ただし、アルファ小なりベータです。ああそうだ、字幕にある SQRT はスクエアルートの略です。平方根の意ですね。非積分関数は一次式の平方根2つの積で、定理域いっぱいに積分の範囲をとっています。よく見ると、アルファノットイコールベータの時は非積分関数が実数である条件がアルファ小なり x 小なりベータです。問題文に書かなくてもよかったかもしれませんね。では回答を。まずは非積分関数の形を変えます。今のままでは計算しづらいですからね。x マイナスアルファ及びベータマイナス x は、この積分の区間上で常に正の値を取ります。ですので、2つの平方根の積は1つの平方根で表すことができるのです。混合の中身は二次式ですので、平方完成をしてみます。すると、混合の中身をアル数の2乗マイナス x の一次式の2乗の形で表すことができました。ここで、平方完成した x の式を三角関数で置換します。黒板に書いたように置換をすると、三角関数の相互関係から混合なしで非積分関数を表現できるようになります。置換した後の積分の区間では、コサインシータの値が0をまたがないからですね。つまり、正から負や負から正に変化しないということです。それから、この積分は三角関数なしというか定数関数の積分で表現できるんです。後で証明しますね。このことから、与えられた積分の値は8分の π 倍のベータマイナスアルファの2乗だと言えるわけです。結論です。平方根の積を積分すると円周率が出てくるなんて面白いですね。なんだか不思議です。補足です。こちらの関係の証明というか導出をします。はじめに、上の式の左辺をあえておきます。コサインシータの2乗は偶関数なので i をこのように変形できます。ここで、シータイコール2分の π マイナスファイと置換します。すると、区間は変わらずコサインの部分がサインになりました。これらの色をつけた部分は i の半分なので、これらを足し合わせても i を表せるんですね。こういうことです。二つの積分の区間が同じなので、積分の和は非積分関数の和の積分と表すことができます。少し難しく言うと、同じ区間上の積分は線形性を持つということです。この非積分関数は、三角関数の相互関係から常に1に等しいと言えます。ですから、この等式が成り立つのですね。補足2です。この問題の解釈について話しましょう。非積分関数を i と置いてみます。すると、x の一次式の2乗と y の一次式の2乗の和がある値を取ることが分かりました。見ての通り、この関係は xy 平面上の円の定義の式と一致しますね。半径2分のベータマイナスアルファを r と置いてみると、積分値の2倍が π 倍の r の2乗に等しいことからも納得できることでしょう。問題の状況を図に表してみました。メモリはあえて表示していません。赤い直線が x イコールアルファ、青い直線が x イコールベータで、オレンジ色の曲線は左で求めた円の方程式ですね。紫色の領域の面積が今日の問題の積分に等しいです。アルファ小なりベータを満たす限り、この2数がどのような値をとっても xy 平面上にはこの図が現れます。また、ある円は自身と異なる円と常に相似の関係にあるので、同様にアルファやベータがどのような値であってもこの切り取った部分と相似な光景が見られるんです。私が考えられるのはこれくらいですね。今日の問題は円の面積の一般化だったということですね。今日の動画はここまでです。私のお話が皆さんのお役に立てていることを高評価やチャンネル登録で表現してくださると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。今日の板書です。